あさって5月10日は熊本市の慈恵病院にコウノトリのゆりかごが設置されて19年です。2007年5月10日、熊本市内の民間病院慈恵病院がコウノトリのゆりかご、いわゆる赤ちゃんポストを日本で初めて設置しました。親が育てられない子どもを匿名で預け入れられる場所として19年運営しているんですね。なぜ設置されたのか。それは熊本県内で相次いだ赤ちゃんの遺棄がきっかけでした。子どもたちがどのようにして預けられたのか、熊本市が設置しているゆりかご専門部会というもので、医療福祉の専門家などとともに中長期にわたり検証されています。個人が特定されない形で報告書として熊本市が公開しています。今回はこの専門部会の報告書、その中でも一番新しい2024年に出された第6期検証報告書の内容を解説します。2007年から2023年までの16年で170人の子どもがコウノトリのゆりかごに預けられています。月平均で見ると 0.93 件と1ヶ月に1人預けられるかどうか、年々減少傾向にあります。年齢は生後1ヶ月未満が140人と最も多いです。このうち生後7日未満は96人に上ります。生まれてすぐ日数が経たないうちに慈恵病院を頼る人が多いことがこの報告書からもわかります。続いて生後1ヶ月から1歳未満が20人、1歳から就学前、具体的には最高年齢が3歳と書かれているので、1歳から3歳までが10人預け入れられたことが分かっています。中には預け入れられた子どもが低体温の事例もあり、医療が必要だった子もいます。報告書の中でこんなケースもありました。自宅の浴室で逆子を出産し、翌日に自らが運転するレンタカーで慈恵病院に来ました。子どもの体温は 33.6 度と低体温、四肢にはチアノーゼが見られ、酸素飽和度も低かったということです。この自宅での出産ですが、預け入れの半数以上に上っています。中には出産翌日、新幹線とタクシーで慈恵病院に到着。病院で診察を受けたところ、貧血はなかったものの膣が裂けているため縫合が必要でした。しかし新幹線の時間に間に合わないからと治療を拒否したケースもあったようです。誰にも出産したことをバレたくないという気持ちの表れかなと、この報告書を読みながら感じました。実際に私が過去に取材させていただいたケースでも、お母さんから虐待を受けていて絶対に知られたくないという妊婦さんもいました。預け入れの理由も見ていきましょう。最も多いのが生活困窮、また育児不安や負担感を訴える人が3割以上と増えていて、昨今の物価上昇などもこういった場所に影響を及ぼしている可能性があると個人的には感じました。ここからは預け入れられた子どもたちがどのように暮らしているのか見ていきます。最も多いのが特別養子縁組で87人、次いで実親などが引き取ったケースが32人、乳児院など施設が31人、里親の下で育てられているケースが14人、普通養子縁組などその他に該当するケースが6人となっています。ちなみに特別養子縁組は生みの親が育てられない15歳未満の子どもと育ての親が法的に実の親子関係を結ぶ制度、生みの親との関係は終了します。普通養子縁組は生みの親との親子関係を維持したまま、育ての親とも法律上の親子関係を結ぶ制度です。また最新の報告書から新たに真実告知、あなたが養子だよということ、ゆりかごに預けられた子どもだよということを子ども自身に伝えているのか調査が行われています。この調査の結果、養子であるという事実を伝えた割合は 67% であるのに対し、コウノトリのゆりかごに預けられた
という真実告知をしている割合は 18% にとどまっていることが分かっています。養子であることの告知に比べて、ゆりかごに預けられたことの告知をした年齢の方が遅い傾向にあることも明らかになっていまして、ゆりかごに預けられたことの告知については、育てのお母さん、お父さんたちが手探りで行っているのではないかと、この報告書でも見ているようです。ゆりかごに預け入れられたことを肯定的に伝えるのか、あるいは周囲の人に言わないように伝えるのかによって、子どもの受け取り方は全く異なるものになると報告書で書かれています。また、実の親が引き取った後や特別養子縁組が成立した後は、児童相談所とのつながりがなくなるため、家庭状況の把握は困難であることもこの報告書で書かれていて、大きな課題だと感じました。コウノトリのゆりかごが設置されてから19年が経ち、成人を迎える子ども、そして思春期の子どもも多くなっていると思います。子どもたちの成長に合わせて悩みも変わってくるはずです。児童相談所という形ではなくても、ゆりかごの子どもたちと育てている親、悩みや不安をできれば別々に聞いて支援を続けていく必要があると思います。そして何より、ゆりかごの子どもたちの成長を見守り、社会で育てていく私たち一人一人の温かい眼差しも同時に必要だと感じています。私は熊本と台湾のニュース発信しますので、皆さんチャンネル登録してね。我现在会跟大家讲有关熊本跟台湾的一些事情哦，记得登录这个我们的小铃铛哦。